見てください。五輪の形したショートパスタです。これはですね、初めて大興奮ですよ。サフラン入ります。ちょっとミラノを思わせるエレガントな香りがします。はい、こんにちは、シェフのハベユです。今日はなんとミラノコルティーナで開催される東京オリンピックに向けた国際オリンピック委員会 IOC とのコラボレーションです。僕は今年も約1ヶ月ほどイタリアに滞在していて、ミラノにも撮影で数日間いました。で、街を歩いてるとビルの壁の横断幕に、ミラノオリンピックっていうことが書かれていて、その時はちょっとどこか他人事のように感じていたんですね。でも日本に帰国したらですね、仕事の依頼が来て正直びっくりしました。ということで、これから今日はですね、冬季オリンピックをテーマにしたパスタ料理を作っていきたいと思います。はい、それでは材料紹介です。オリンピックのショートパスタ、生クリーム、牛乳、サフラン、グラナパダーノ、白胡椒、金粉、塩です。はい、それではこれが今日の主役で、冬季オリンピックまであと100日を記念した特別な五輪の形をしたパスタです。で、ちょっとスポーツのこのオリンピックらしくですね、レディーセットって書いてあるんですね。で、このパスタは非売品で手に入らないみたいなんで、僕もちょっと開封するのがすごい楽しみです。ちょっと開けていきたいと思います。こんな感じですかね。合ってるかな。で、うわー、すごい見た目ですね。見てください。五輪の形したショートパスタです。ちょっと僕もパスタはいろんなパスタ見てきてますけど、これはですね、初めて大興奮ですよ。で、ミラノコルティーナというのは北イタリアのロンバルディア州、ベネト州でトレンティーノ・アルタデレ州で開催されて、でその中心がミラノです。で、今日はこの五輪のショートパスタを主役にしたパスタ料理を考えていきたいんですけれど、ミラノといえばやっぱりミラノ風リゾットが代表料理なので、今回はそのミラノ風リゾットをパスタに置き換えたような料理を作っていきます。で、今日僕はこの五輪のパスタやっていくんですけど、皆さんはお好みのショートパスタで再現してみてください。はい、で次はミラノ風リゾットということで、主役のサフランです。で、これはソースとかに今回するんじゃなくて、パスタ茹でる時に一緒にサフランを加えて、パスタ自体にサフランの香りをこの後まとわせていきます。で、次簡単なソースです。で、ソースはですね、やっぱり北イタリアのパスタ料理、特にミラノとかトレンティーノ・アルトアディジェとかベネトとか想像するとですね、やっぱり乳製品とかチーズがよく使われるので、今回はクリームベースです。この生クリームと牛乳同量の中に、これもミラノとかロンバルディア州の特産グラナパダーノチーズです。で、このチーズはグラナパダーノとかパルミジャーノチーズない場合は粉チーズで代用していただいても大丈夫です。で、チーズソースの方は小鍋に生クリームとで同量の牛乳でこれを入れておきます。で、今日はもう一個の鍋に冬季のオリンピックなのでちょっと雪の風景を再現したいので、牛乳を使った泡を作っていきたいので、泡立てていく時に必要なぐらいの牛乳で、ちょっとアクセントに白胡椒の香りを牛乳に移す。で、軽く塩入れておきます。はい、それではまずはパスタから茹でていくんですけど、今日茹でるお湯の中に最初にサフラン入ります。で、この中にはもうすでに塩が入っていて、お湯に対して 1.5% の塩が入ってます。で、沸かしていくともうどんどんサフランの色がこの中に出てきて、もうすでにちょっとミラノを思わせるエレガントな香りがします。で、ここでオリンピックのパスタが入ります。で、このオリンピックのパスタはですね、すごく繊細なパスタなので、ちょっとボコボコしすぎないで、優しく優しくこのサフランのパスタ湯の中で7分間茹でていきます。で、パスタを茹でてる間に生クリームの方のソースを作っていきます。はい、それではこの生クリームと牛乳のベースを
1回沸点近くまで持ってって沸いてきたら火を弱火にして、でこの中に 80cc 入ってるので、それの半量のグラナパダのチーズで、チーズが入ったらすぐに混ぜ合わせる。そうするとですね、この熱でチーズがすぐ溶けるので、でも今熱い中でやってたチーズが溶けるので、そしたらもうとろみがついてきます。でこのとろみがついたら一回こして、あとはゆっくりと温めてとろみをつけたものがグラナパダーノのチーズソースになります。はい、一回こします。でちょっとこのざらつきを取って、もう滑らかな状態ですね。でこのチーズソースをあとはもう少し温めて仕上げに使っていきます。であともう一個温めたこの牛乳です。この中に先ほど入れた白胡椒と塩が入っているので、これをブレンダーで攪拌する。で攪拌するとですね、こう表面に泡ができるので、この泡を仕上げで使っていきます。はい、それでは茹で上がったので崩れないように、で完全にこうサフランの色がついた綺麗な五輪パスタです。でこれをボウルに上げて仕上げで合わせていきます。はい、これでサフランをまとったオリンピックのパスタ完成です。はい、それではいただきます。皆さんこれはですね、噛めば噛むほどもうミラノ風リゾットって感じで、ミラノの空気感を感じられるパスタ料理になってます。でこの五輪のパスタはですね、僕自身も食べるの初めてですし、今まで本当にいろんなパスタ、ショートパスタとかロングとかいろいろ食べてきたんですけど、今までにはないなんか特殊な食感がするパスタで、これはですね面白いです。とっても面白いです。で僕は今日盛り付けする時に最後にこう金箔をあしらったと思うんですけど、あれは木をてらうためにやったのではなくて、このリゾットアラミラネーゼっていうのは今は亡きイタリア料理の現代の骨格を作ったと言われているグアルティエロ・マルケージさんという、もうイタリア料理に関わる人間なら誰もが知っている伝説のシェフがいらっしゃるんですね。で彼の代表料理がリーゾ・オーロエ・ザッフェラーノっていって、ミラノ風リゾットの上に金箔を乗せたインパクトのあるシグネチャー料理があって、今回は僕なりのミラノへのオマージュという意味で、今回この金箔を上に乗せてお皿も黒にして、ちょっとグアルティエロ・マルケージさんをオマージュしたようなパスタ料理を作りました。あとはミラノ風リゾットっていうのは生クリームとか牛乳は使わないんですけど、あくまでもそのグラナパダーノチーズとかパルミジャーノのその乳製品のチーズの要素として、今回表現の一つとしてこの生クリームソースっていう感じで使って、であとは冬季のオリンピックということでちょっと雪をイメージして牛乳を使って胡椒のニュアンスがあるこう泡を上にあしらったっていうような料理になっています。はい、ごちそうさまです。それではミラノコルティーナ2026まで残り100日ということで、皆さんでミラノオリンピック応援していきましょう。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。